ようこそ。今日もあなたの知的好奇心を満たす特別な分析の時間です。はい、よろしくお願いします。今回あなたと一緒に深掘りしていくテーマなんですけど、株式投資における信用取引についてですね。いわゆるマージントレードって呼ばれるものですね。そうです。おそらくこの番組を聞いているあなたなら、レバレッジとか空売りといった基本的な仕組みはすでにご存知だと思うんですよ。リスナーの皆さんなら基本は押さえてるはずですよね。なので、今回は教科書的な定義をなぞるつもりはありません。確かに、信用取引というシステムが市場の流動性とか投資家の心理にどのような歪みをもたらすのか、そこが重要ですよね。はい。なぜ熟練のトレーダーでさえも時にこのシステムに飲み込まれてしまうのか、表面的な数字だけでは見えてこない構造的なリスクと戦略のレイヤーに迫っていきたいなと。その通りです。そのために今回はかなり多角的な視点を集めました。おう、どんなソースですか？個人投資家たちの詳細な学習メモから始まって、リアルな絶望が書き込まれた5チャンネルの過去スレッド、さらにはですね、両学長とかテスタ氏、あとはデートレ塾といった金融系 YouTuber たちの間で真っ二つに割れている見解まで、膨大な議論をテーブルに載せています。なかなかディープな情報源が揃いましたね。よし。これを紐解いていきましょうか。今回の私たちのミッションは、あなたが情報過多に陥ることなく、信用取引に潜む見えないコストと流動性の罠の全貌を体系的に理解することです。そしてご自身の投資スタンスを一段高い解像度で見つめ直すための知識のショートカットを提供するわけですね。まさにそれです。この深掘りを通じて、単なるツールの良し悪しじゃなくて、市場という戦場で生き残るためのリスクの非対称性について議論を深めていきましょう。楽しみですね。今回の資料を俯瞰して、まず圧倒されるのが、レバレッジに対する見方の二極化なんですよ。手持ち資金の約 3.3 倍のポジションを持てるというあの機能ですね。はい。ある個人投資家のメモ書きに、お笑いコンビのマジカルラブリーのコントを使った非常に興味深い考察があったんです。マジカルラブリーですか？どんな内容でしたっけ？年収360万円の男性が、マッチングアプリのプロフィール上で、その約3倍の1000万円に持って投獄してしまうっていうネタです。ああ、なるほど。非常に示唆に富んだ比喩ですね。そうなんですよ。これ、レバレッジの数学的な計算式を説明してるんじゃなくて、実力以上の自分を市場にさらし続ける心理的負荷を見事についてるんですよね。偽りのプロフィールで勝負している間は、常にメッキが剥がれる恐怖を抱えることになりますからね。つまり、相場の少しの変動で証拠金が脅かされる脆弱性を抱え続けるということです。ええ。そしてさらに、その脆弱性を高めるのが、大王有価証券のシステムなんです。現金だけじゃなくて、すでに保有している株式も担保にできる仕組みですね。そうです。前日収値の 80% として担保にできる。これ資金効率の観点から見れば非常に優れてるじゃないですか。手元の資金をフル活用できますからね。でも、冷静に考えると、変動リスクのある資産を土台にして、さらに変動リスクのある資産を買うという、まさに砂上の楼閣なんですよね。そこが重要なポイントです。この構造的な室さに対して、両学長のようなインフルエンサーは、かなり強烈な警告を発しています。はい。初心者が信用取引をやるのは、素人がいきなり戦闘機に乗せられて戦場に出されるようなものだ、という表現ですね。これは決して大げさではなくて、システムがもたらす破壊力を正確に表現していると言えます。戦闘機という表現は本当にインパクトがありますよね。ただ一方で、プロの目線から見ると、これに対する反論も当然あるわけですよね。もちろんです。機関投資家や専業トレーダーの視点に立てば、手元の現金だけで市場という戦場に向かうのは、竹ヤギで近代戦に挑むようなものだという主張になります。竹ヤギ、なるほど。相場が下落局面にあるとき、あるいは一時的なヘッジが必要なとき、信用取引というツールを持っていなければ、ポートフォリオを守るための柔軟な戦術が一切取れないからです。ここで非常に面白いのが、その下落局面での戦術、つまり空売りをめぐる議論なんです。ショートですね。はい、持っていない株を売るというやつですね。空売りの仕組み自体はあなたもご存知の通りだと思います。今回の5チャンネルの議論で浮き彫りになったのは、議論的な仕組みの話じゃなくて、買い戻せない時のパニック心理なんですよ。転売の例えでよく語られますよね。手元にない任天堂スイッチを先に売る約束をして、
後から安く仕入れるというモデルです。そうです。でも市場のリアルな恐怖って、そのスイッチが安くなるかどうかじゃないんですよね。はい。いざ買い戻そうとした時に市場からスイッチが完全に消え去り、価格が天文学的に跳ね上がっていくという流動性の枯渇にあるんです。ここで非常に興味深いのが、空売りが抱える数学的なリスクの非対称性です。普通の現物買いの場合、どれだけ最悪な事態が起きても株価はゼロになるだけですよね。そうですね。損失は投資した元本に限定されます。しかし空売りの場合、株価の上昇には青天井の見解がありません。その通りです。これは単なる確率論ではなくて、システムの構造上の問題なんですよね。自分が売った株が何らかの材料で急騰し始めたとき、損失は理論上無限大に膨張していきます。買いは家まで、売りは命までという相場格言が資料にも登場していましたね。はい。これは先人たちがこの非対称なリスクの前に、実際にどれほどの血を流してきたかを物語る非常に重たい言葉です。5チャンネルの書き込みを追っていくと、実際に空売りで担ぎ上げられて、つまり予想に反して株価が上昇してしまって、数分単位で数百万円の含み損が増えていくのを見つめるしかなかったという生々しい阿鼻二教官の記録が残っていましたね。まさに、命までという恐怖のリアリティです。そして、その恐怖をさらに増幅させるのが、信用取引特有の見えないコストの存在なんです。金利や貸株料のことですね。ここでの戦略的なジレンマについて掘り下げておきましょう。トレーダーは通常、制度信用取引と一般信用取引のどちらかを選ぶわけですが、ここには明確なトレードオフが存在します。はい。制度信用取引を選んだ場合、空売りが過熱して株不足に陥ると、強烈なペナルティコストが発生しますよね。逆日歩です。買い方から売り方へ請求されるコストです。これを言い合って一般信用取引に逃げれば逆日歩は回避できる。でもその代わりベースの金利や手数料が割高に設定されていたり、そもそも空売りできる株の在庫が確保できなかったりするわけです。つまり、どちらの毒を飲むかという戦略的な選択を常に迫られるわけです。しかも、これらのコストは、市場が閉まっている土日や祝日も容赦なく日割りで加算され続けるんですよね。いわゆる連休の罠ですね。そうです。ゴールデンウィークの前にポジションを持ち越してしまい、休みの間、自分は一切取引できないのに、逆日歩の毛がチャリンチャリンと雪だるま式に膨らんでいくという。この見えないコストの蓄積が、じわじわと委託保証金維持率を削り取り、最終的に投資家を絶望の淵に追いやる、追償の引き金になりうるんです。マージンコールですね。その追償に関して、資料の中でデイトレ塾の塾長が語っていた2016年のアキセラショックの記録。これは本当にシステムが引き起こす流動性のブラックホールを象徴する出来事でした。アキセラショックは単なる個別銘柄の暴落として片付けるべきではありません。あれは信用取引に群がった投資家たちが自ら引き起こしたシステミックな流動性の罠の典型例なんです。まさにそこです。好材料で7700円まで高騰していた株が、悪材料の発表で連日のストップ安になった。もしあなたがこの時レバレッジをかけてアキュセラ株を持っていたらどうなるか。当然、株価の下落によって追償が発生しますよね。はい。そして追償を期日までに差し入れられなければ、証券会社は強制的にそのポジションを成り行き売りで決済しようとします。でも、誰も買わないからストップ安になっているわけです。そこに追償による強制決済の売り注文が機械的にかつ大量に降り注ぐ。売りが売りを呼び、完全に流動性が枯渇して約定すらしない状態になります。想像してみてください。あなたが画面を開くたびに、売るボタンを押すことすら許されないまま、7700円だった株価が数時間で1100円まで垂直落下していくのをただ見ていることしかできないんですよ。
これが信用取引の本当のおろしさです。いざとなれば損切りすればいいという前提は、市場がパニックに陥り、買い手という出口が消滅した瞬間、完全に崩れ去ります。レバレッジという加速装置をつけたまま、ブレーキが効かない車で壁に激突するのと同じですよね。結果として、元本がゼロになるどころか、数百万円、数千万円という純粋な借金だけが手元に残ることになります。いや、想像するだけで背筋が凍ります。さて、ここまでは制度や流動性といった外部要因のメカニズムを見てきましたが、ここからは少し視点を変えましょう。投資家自身の内面ですね。はい。心理的トラップに焦点を当ててみます。5チャンネルの議論の中で、投資家が陥る資金感覚の麻痺について非常に鋭い指摘がありました。現金1500万円の現物ポジションを持っている人と、現金500万円を担保にレバレッジをかけて1500万円分の信用ポジションを持っている人。同じ1500万円の運用ですよね。でもこの両者ではリスクに対する心理的体力、いわゆる HP が全く違うという議論ですね。仮に市場全体が調整局面に入り、500万円の含み損を抱えたとします。前者は資産が1000万円に減るだけでまだ市場に留まる余裕があります。しかし後者は手元の500万円が完全に消滅し、一発で退場あるいは追償の危機に瀕します。同じ額を動かしているという錯覚が致命的な判断の遅れを生むわけです。これを視野で捉えると、なぜ多くの投資家がさらに破滅的な信用2階建てという手法に手を染めてしまうのかが見えてきます。現物で持っている株を担保にして、さらに同じ銘柄を信用取引で買う手法ですね。地面だけでも危険な匂いがしますが、なぜ彼らはこのタブーに踏み込んでしまうんでしょうか。それは確証バイアスと難品の心理が複雑に絡み合っているからです。自分が選んだ銘柄の価値を盲信しているからこそ、それを担保にしてまで同じ株を買い向かうんです。でも、もしその前提が崩れ、株価が下落に転じたとき、何が起きるか。ここがまさに絶望のダブルパンチですね。はい。信用取引で買った建ての含み損が猛烈なスピードで膨らむのと同時に、担保にしている現物株の評価額自体も同じスピードで目減りしていくんです。損失の拡大とそれを支える土台の崩壊が同時に進行するため、委託保証金維持率が通常の2倍以上のスピードで溶けていきます。もしあなたがこの2階建てのポジションを持っていたら、少しの調整下落すら命取りになります。担保の価値が下がり続ける中で、証拠金を追加で入れるか、それとも底なし沼の含み損を抱えたまま強制決済を待つかという。究極の二択を迫られるわけですね。まさに自ら仕掛けた時間軸爆弾です。リスク管理の観点からは、論外とも言える戦術ですよね。一つの資産クラス、しかも同一銘柄に全てのリスクを集中させることは、分散投資の基本原則に完全に逆行しています。おっしゃる通りです。ここまで信用取引がいかに投資家を罠にはめるかというダークサイドを強調してきましたが、もちろんこれがただの悪魔のツールというわけではありません。ルールを厳格に守り、リスクをコントロールできるプロにとっては、この上なく便利な武器でもあります。例えば、資料にあった優待クロスなどの戦略ですね。現物買いとハラミを同時に行い、価格変動リスクを完全に相殺しながら、株主優待の権利だけを取得するテクニックですね。非常に合理的です。でも、ここにも罠が存在しています。優待クロスで空借りのポジションを権利確定日をまたいで持ち越すと、配当落調整金というコストを支払う義務が生じるんですよね。買い手として配当をもらえる代わりに、売り手としてはその配当と同額を支払わなければならないわけです。これを理解せずに、ノーリスクで優待がもらえると飛びつき、結果的に優待の価値以上の調整金を支払って赤字になる初心者も多いです。本当にどこまでもシステムへの深い理解が求められます。また、1日信用取引を活用して、金利や手数料をゼロに抑えつつ、その日のうちに必ずポジションを閉じるという使い方も紹介されていましたね。はい、デイトレードですね。オーバーナイト、つまり持ち越しのリスクを物理的に遮断するという賢い使い方です。そして、リスク管理という点で最も本質をついていたのが、有名投資家テスタ氏の3分の1ルールですね。これ単なる資金管理の計算式としてだけでなくて、行動経済学的なハックとして非常に優れていると感じました。信用取引の3倍の力が怖いなら、最初から自分の手持ち資金の3分の1だけを証券口座に入れておけばいいというものです。人間の熱くなりやすいという心理的弱点、あるいはパニック時に理性を失うという前提に立ち、システム上で物理的にレバレッジの上限を1倍に固定してしまうんですよね。どれだけ感情が揺さぶられても、口座に資金がない以上、それ以上のリスクは取れません。
最大の恐怖である元本を超える借金のリスクを自分の意思の力ではなく物理的な仕組みによって完全にブロックするわけです。素晴らしいリスク管理術です。結局のところこれは何を意味するのでしょうか。信用取引というシステム自体はただのニュートラルな金融ツールです。資金効率を劇的に引き上げるブースターにもなれば、一瞬であなたのポートフォリオを吹き飛ばす自爆装置にもなる。重要なのはツールの使い方そのものよりも、それを使う人間がいかに自らの心理的バイアスを制御できるかという点に尽きるのではないでしょうか。これは重要な疑問を投げかけていますね。あなた自身は損切りラインを冷酷なまでに守り抜ける規律を持った投資家でしょうか。それとも含み損を抱えた習慣にいつか戻るはずだという記号的観測にすがりつき、リスク許容度を超えた行動をとってしまうタイプでしょうか。このツールに触れる前に、まずはご自身の心の脆さを正確に測る必要がありますね。その通りですね。さて、最後にあなたに今回の資料からもう一つ少し挑発的な考察を投げかけたいと思います。両学長があるニュースに対して強い危機感をあらわにしていた件ですね。はい。楽天証券が初心者向けとしてレバレッジ1倍の楽々信用というサービスを始めた件です。空売りや1日に何度でも資金を回転させられる信用取引のメリットはそのままに、レバレッジだけを1倍に制限することで初心者が安全に練習できるようにしたサービスですね。半年経つと自動的に通常の信用口座へ移行する仕組みになっているそうです。これ非常に現代的な事象だと思いませんか？と言いますと、証券会社が本来は複雑で非対称なリスクを抱える金融デリバティブをまるでスマホゲームのチュートリアルのように初心者向けにパッケージングして提供する時代になっているんです。なるほど。最初は安全なモードで操作を覚え、慣れたら本番環境へどうぞという、まさに金融のゲーミフィケーションですね。確かにユーザーの体験を向上させ、投資のハードルを下げるという大義名分はあります。しかし裏を返せば、初心者をスムーズに、そして無意識のうちに信用取引というエコシステムに取り込むための非常に洗練されたオンボーディングの仕組みとも言えます。そうなんです。私たちが考えなければならないのは、もし今後あらゆる高度で危険な金融取引が洗練された UI と初心者向けという甘い言葉でゲーム化されていくとしたらということです。構造的なリスクや流動性の恐怖が親しみやすいデザインの裏に意図的に隠されてしまう時代ですね。そんな中で私たちは金融リテラシーという防具なしにどのように自分の資産を守り抜けばいいのでしょうか。ひょっとするとその練習モードは巨大な市場の流動性を維持するための新たな養分を育てるためのシステムなのかもしれません。リスクが目に見えないように美しくデザインされている時こそ、私たちはその裏側にあるシステムの意図を最も強く疑うべきだということですね。本当にその通りです。あなたもぜひご自身のスマホに入っている投資アプリを開いたとき、その便利さと手軽さの裏にどのような構造的なリスクが隠されているのか、一度立ち止まって考えてみてください。良い問いかけですね。さて、本日の深掘りはここまでです。次回もまたあなたの知的好奇心を刺激し、常識を揺さぶるようなトピックでお会いしましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。